解説。2019年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえマリサ、2019年って映画の世界でもすごく特別な年だったよね。そうだな。2019年は話題作が盛りだくさんだったぜ。いろんなジャンルの映画が公開されて、世界中の映画ファンを夢中にさせた年だったよ。特に日本公開の映画がすごかったよね。アニメ映画も大ヒットしたし、ハリウッド映画も話題になったし。その通りだぜ。今回は2019年に日本で公開された映画の中から、特に評価が高かった映画をランキング形式で紹介していくんだ。楽しみだね。どんな映画がランクインしてるんだろう？おっと、ネタバレはなしだぜ。でも、間違いなく言えるのは、どれも心に残る名作ばかりだってことさ。そんなに楽しみな映画がいっぱいだったのか。じゃあ、10位から順番に発表していくの？その通り、2019年に公開された映画、10位から1位まで一緒に振り返ってみよう。それでは、早速ランキングを見ていこう。第10位。7つの会議。第10位は、7つの会議ね。これはどういう映画だったの？7つの会議は、池井戸潤の小説が原作で、企業の内部で起きた不正を暴こうとするサラリーマンたちを描いたサスペンス映画だぜ。サラリーマンたちの戦いっていうのがテーマなのか。それって、どんなストーリーなの？主人公は中堅企業の社員で、物語の舞台は大手企業の本社。映画は、内部で発生した不正の解決をめぐって、社員たちがどんな思いで仕事に取り組んでいるかを描いているんだ。不正の解決って、かなり緊迫した内容なんだろうね。映画の中でどんな事件が起きるの？企業の内部で発生した不正の隠蔽工作がメインのストーリーなんだが、それに巻き込まれていく社員たちの姿を描いている。主人公は周りの人間と協力しながら、次々に明かされる秘密に迫っていくんだよ。なるほど。企業内部の闇を暴いていくという感じなんだね。キャストはどうだったの？主演は野村萬斎で、彼の演技がとても印象的だったぜ。その他にも豪華なキャストが揃っていて、緊迫感のあるシーンが多いから、見ていて引き込まれるんだ。それって、やっぱり企業の不正とか社会問題がテーマだから、リアルで重みがあるんだろうね。そうだな。この映画は、サラリーマンとしての覚悟を持った人たちの戦いが描かれていて、社会の中で生きることの難しさを感じさせてくれるんだ。企業社会のリアルが感じられる映画なんだね。7つの会議、第10位にふさわしい作品だったわけだ。間違いなく見応えのある作品だったぜ。第9位。ホテル、ムンバイ。第9位は、ホテルムンバイね。実際に起きた2008年のムンバイ同時多発テロを描いた映画だよね。その通りだぜ。ホテルムンバイは、テロリストがムンバイのタージマハールホテルを占拠した際、ホテルのスタッフや宿泊客がどれだけ勇敢に立ち向かっていたかを描いているんだ。怖い状況で、たくさんの命がかかっていたんだろうね。どんな人たちが登場するの？映画では、ウェイターのアルジュン・デイブ・パテールを中心に、建築家デビッド・アーミー・ハマー、イラン人レイジョー・ザーラ・ナザニン・ボニアディなどが登場するんだ。彼らはテロリストに立ち向かうだけでなく、仲間や家族を守るために必死に行動するんだよ。それはすごいね。具体的にはどんなことが起きるの？テロリストがホテルを占拠して、無差別に人々を襲うんだ。アルジュンは、オベロイ料理長と協力して、レストランに取り残された宿泊客を6階に避難させる。一方で、デビッドは妻と乳児を守りながら逃げ道を探しているんだ。緊迫した状況で、みんなが命がけで行動してるんだね。そうだな。特にアルジュンは、命を懸けて宿泊客を守る役割を果たしているんだ。警察が来るまで、どれだけ冷静に行動できるかが鍵となるんだ。すごい映画だね。結局どうなるの？最終的に、国家保安警備隊が到着してテロリストを掃討するけれど、映画はその後の犠牲者を追悼するシーンで締めくくられるんだ。映画を通じて、どんな状況でも人々が勇気を持って生き抜く姿が感動的に描かれているんだよ。それは本当に感動的だね。ホテルムンバイが第9位に選ばれた理由が分かった気がするよ。第8位。居眠りはね。
第8位は、居眠り岩根ね。これはかなり深いドラマが展開される時代劇だよね。その通りだぜ。居眠り岩根は、江戸勤番を終えた坂崎岩根が、ふるさとの豊後関前藩に2年ぶりに戻るところから物語が始まるんだ。岩根は、幼馴染の小林金平や河合慎之介と深い絆で結ばれていて、彼らとの再会が物語の核となっているんだよ。なるほど。岩根はただの仲間じゃなく、強い絆で結ばれた人たちと再会するんだね。でも、物語が進んでいくと、すごく衝撃的な出来事が起きるんだよね。そうだな。岩根は、直人祝言を控えて幸せな日々を迎えようとしていたが、突然、慎之介が妻舞が不貞を犯したという噂を耳にしてしまう。慎之介は激高し、その場で舞を切ってしまうんだ。それって、すごく衝撃的な展開だね。そんなことをしてしまった慎之介に、金平が激怒して復讐を誓うんだよね。その通りだ。金平は、妻を切られた怒りから慎之介を撃とうとするんだ。事態はどんどんエスカレートし、最終的には岩根が金平を撃つことを命じられるんだよ。岩根が、実の兄を撃たなければならないなんて、どんな気持ちだったんだろう。本当に辛い状況だよね。岩根はその命令を遂行するんだが、心の中ではすごく葛藤があったはずだ。でも、最終的には金平を討ち取る。そして、直と一緒になることを諦め、脱藩して江戸に向かう決意を固めるんだ。岩根の選択は、非常に重いものだよね。でも、江戸に向かって浪人として新しい生活を始めるんだよね。そうだな。江戸で浪人生活を始めた岩根は、最初は困窮していたけど、周囲の助けを借りてなんとか立ち直るんだ。大家の金兵衛にうなぎ先の仕事を紹介され、今津屋の用心棒として働くようになる。岩根は、ただの浪人ではなく、周りの人々に頼られる存在になるんだね。それって、彼の人間的な魅力が大きいんだろうな。岩根は、穏やかな性格でありながら、いざという時にはその剣の腕を振るう男だ。周囲からも信頼され、江戸での暮らしに次第に馴染んでいくんだ。そして、今津屋が巻き込まれる騒動で、岩根が立ち上がるんだよね。そうだ。今津屋が南陵に主銀をめぐる騒動に巻き込まれると、岩根は用心棒として、今津屋を守るために戦うんだ。剣の腕を生かして、再び自分の存在感を示すんだよ。岩根の成長が描かれた、深い物語なんだね。居眠り岩根は、第8位にふさわしい作品だった。その通りだぜ。岩根の内面的な葛藤や成長がしっかり描かれていて、時代劇の中でも非常に人間味あふれる作品なんだ。第7位、ワンス、ハポン、タイム、イン、ハリウッド。第7位は、Once Upon a Time in Hollywood ね。これはタランティーノ監督の映画だけど、どんな話なの？この映画は、1969年のハリウッドを舞台に、映画業界の変革と衰退を描いた作品なんだ。主人公は、映画のスタントマンであるクリフ・ブース、ブラッド・ピットと、かつての人気スターであるリック・ダルトン、レオナルド・ディカプリオ。1969年って、どんな時代だったの？ 1969年は、映画業界にとって大きな転換期だったんだ。昔のようなヒーローものや西部劇から、より自由で現代的な映画が台頭してくる時代で、古き良きハリウッドの終焉を感じさせる時期でもあったんだよ。なるほど。それでリックとクリフはどんな役割を果たすの？リックは、かつての人気スターだったが、時代の変化についていけず、キャリアに行き詰まりを感じている。クリフは、そんなリックをサポートするスタントマンで、二人の友情が映画の中心的なテーマなんだ。映画は、彼らがその後どうやって時代の波に乗ろうとするかを描いていく。映画業界の変革を描きながら、二人の絆が深まっていくんだね。でも、この映画ってどこかノスタルジックな要素も感じるよね。その通りだな。タランティーノは、1960年代のハリウッドの雰囲気や文化を細部まで再現していて、映画全体がノスタルジックな雰囲気を醸し出しているんだ。特に音楽やセットが当時のハリウッドを見事に再現しているんだよ。キャストも豪華だし、
タランティーノの独特な演出がまた良いんだよね。もちろんだぜ。ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオのコンビは、映画全体の魅力を引き立てているし、マーゴット・ロビーもシャロン・テイト役で素晴らしい演技を見せてくれるんだ。映画の中で、実際の事件や人物が登場するところも面白いよね。そうだな。特に、シャロン・テイトの登場が映画に深みを加えていて、実際に彼女が経験した悲劇的な事件をタランティーノがどう描くのかが大きな見どころだよ。Once Upon a Time in Hollywood は、時代と映画の変革をテーマにした、素晴らしい作品だったんだね。その通り、タランティーノらしいユーモアとドラマが詰まった映画で、ハリウッドの黄金時代を感じることができるんだ。第6位、ジョーカー。第6位は、ジョーカーね。あのダークな映画で、アーサー・フレックがジョーカーになる過程を描いた作品だよね。その通り、ジョーカーは、DC コミックスのキャラクターを元にした映画だけど、これまでのジョーカー像とは全く異なる、非常に深くてシリアスな物語だぜ。アーサー・フレックという男が、どのようにしてあの恐ろしいジョーカーへと変貌していくのかが描かれているんだ。アーサー・フレックって、どんな人物だったの？アーサーは、貧しい生活を送るコメディアン志望の男で、精神的にも不安定で社会から孤立しているんだ。彼は自分の夢を叶えようと必死に生きているけど、周囲からの冷遇や社会的なプレッシャーに押しつぶされていくんだ。それがジョーカーに繋がるんだね。どんな出来事が彼を変えてしまったの？社会や人々からの無理解と暴力がアーサーをどんどん追い詰めていくんだ。彼の心の中で、すべての不満や怒りが膨れ上がり、ついには暴力を振るうジョーカーとして目覚めるんだよ。それって、まさに社会の闇に飲み込まれていく感じだね。その通りだ。アーサーがジョーカーへと変わる過程は、非常に切なくもあり、同時に観客を引き込む力強さを持っているんだ。特に彼がジョーカーとして立ち上がるシーンは圧巻だぜ。映画の中で、アーサーの心の変化がリアルに感じられるんだろうね。キャストはどうだった？主演のホアキン・フェニックスが素晴らしい演技を見せているんだ。彼はアーサーの精神的な不安定さや絶望的な状況を見事に表現していて、その演技が映画の成功の大きな要因だと言っても過言ではないぜ。ホアキン・フェニックスの演技、本当にすごいんだろうね。この映画が第6位に選ばれたのは、その深いテーマ性とともに、キャストの力が大きかったんだね。まさにその通りだ。ジョーカーは、ただのヒーロー映画ではなく、社会問題や心理的な側面に踏み込んだ非常に深い映画で、見終わった後にも強い印象を残す作品だぜ。第5位、アベンジャーズ、エンドゲーム。第5位は、アベンジャーズエンドゲームね。これって、アベンジャーズシリーズの集大成的な作品だよね。その通りだぜ。アベンジャーズエンドゲームは、マーベル・シネマティック・ユニバース MCU の20作品以上にわたる壮大な物語の結末を描いた作品なんだ。特にアベンジャーズ・インフィニティ・ウォーの後に続く、ファン待望の大団円だよ。インフィニティ・ウォーのラストで、サノスが全宇宙の生命を半分消してしまったんだよね。その後、どうやって立ち直るの？エンドゲームでは、サノスによって失われた半分の命を取り戻すために、アベンジャーズのメンバーが集結して、壮絶な戦いに挑むんだ。インフィニティストーンをめぐる物語が、まさに全ての映画を通してのクライマックスを迎えるんだよ。その戦いって、どんなものだったの？物語の中で、アベンジャーズのメンバーたちは時間を遡ることでインフィニティストーンを集めようとするんだ。その後、最後の戦いでは、全宇宙のヒーローたちが集結し、壮大なバトルが繰り広げられる。サノスとの対決は、まさに映画史に残る名シーンが多いんだ。本当に壮大な戦いだったんだね。でも、キャラクターたちの個人的な成長も描かれているんだよね。その通り、ただのアクション映画じゃなくて、キャラクターたちの心情や成長がしっかり描かれているんだ。特にアイアンマン、トニー・スタークやキャプテンアメリカ、スティーブ・ロジャースの物語が感動的で、彼らの決断や行動に涙するシーンも多いぜ。アイアンマンとキャプテンアメリカの決断って、ファンにとっては本当に大きな意味があったんだろうね。その通りだぜ。エンドゲームは、ただのアクション映画じゃなくて、
ヒーローたちの犠牲や成長を描いた壮大な物語で、観客にとっては本当に心に残る作品になったんだ。アベンジャーズエンドゲームは、まさに映画の歴史に名を刻んだ作品だったんだね。その通り、すべてのファンが待ち望んでいた結末が、素晴らしい形で描かれた作品だったんだよ。第4位、アラジン。第4位は、アラジンね。ディズニーの実写版リメイクが大ヒットした映画だよね。その通り、アラジンは、1992年に公開されたアニメ映画の実写版で、原作の魔法のランプとジーニーが再登場するんだ。ウィル・スミスがジーニー役を演じて、かなり話題になった作品だよ。ウィル・スミスのジーニーって、すごく個性的だったよね。でも、アニメとはちょっと違うジーニーだった気がする。確かに、アニメのジーニーはロビン・ウィリアムズが演じていたけど、ウィル・スミスはもっと現代的なユーモアを取り入れて、ジーニーを新たな形で表現しているんだ。でも、元々のジーニーの魅力はそのままで、観客を笑わせてくれたぜ。でも、ジーニーだけじゃなくて、アラジンの成長も描かれているよね。そうだな。アラジンは、最初は貧しい町の少年として登場するけど、ランプの魔人ジーニーと出会い、王子としての役目を果たすために奮闘するんだ。彼が真実の愛と友情を大切にしながら、どのように成長していくのかが、この映画の大きなテーマなんだよ。そして、ジャスミン姫とのラブストーリーも重要な部分だよね。その通り、アラジンとジャスミンの関係は、単なる恋愛以上のものがあるんだ。ジャスミンは自分の意志をしっかり持った強いキャラクターで、アラジンとの関係を通じて、お互いに成長していくんだよ。キャストも素晴らしいし、映画全体のビジュアルや音楽も素晴らしいよね。特に歌のシーンは印象的だった。アラジンの音楽は本当に魅力的だよな。アフレンド・ライク・ミーやホール・ニュー・ワールドなど、心に残る名曲がたくさんある。実写版でも、その音楽の力強さは健在で、映像との調和が素晴らしいんだ。この映画は、オリジナルの魅力をしっかりと受け継ぎつつ、実写版として新たな命を吹き込んだ作品なんだね。その通りだぜ。アラジンは、ディズニーの魔法を実写で再現した素晴らしい作品で、全世代に楽しめる映画だったんだ。第3位、アナと雪の女王2。第3位は、アナと雪の女王2ね。前作の大ヒットから続く作品で、どんなストーリーになるのかすごく気になってたんだよね。その通り、アナと雪の女王には、前作で描かれたエルサの力の秘密に迫る冒険が描かれているんだ。今回は、エルサが自分の力をどう使うか、そして彼女とアナの姉妹愛がどう進化するのかが重要なテーマだぜ。エルサがどうしてあの雪の力を持っているのかが明らかになるんだよね。前作では謎だった部分が解けるのが楽しみ。そうだな。エルサは、力を使うことに悩んでいたけど、今回の冒険でその力の起源を探しに行くことになる。アナと一緒に、幼少期の記憶や家族の秘密を解き明かしていくんだよ。それって、エルサがどんな思いで力を使うかを決める大きな冒険になるってことだよね。その通りだぜ。冒険の中で、エルサは自分の過去と向き合い、力を持つ意味を見つけるんだ。一方でアナも、姉妹の絆を大切にしながら、力を持つエルサを支え続けるんだよ。アナとエルサ、二人の姉妹愛がより深く描かれるんだね。それに、物語の中で新たなキャラクターも登場するんだよね。そうだ、新キャラクターも登場して、冒険を一緒に繰り広げるんだ。物語には友情や勇気、自己発見のテーマが込められていて、見ているうちにどんどん引き込まれていくんだ。映画の中での歌もすごく素晴らしかったよね。特に、風の精霊のシーンは圧巻だった。風の精霊のシーンは、エルサの成長を象徴するような曲で、映画全体を通してのテーマとも言える。歌と映像のコンビネーションが本当に素晴らしくて、心に響くんだ。アナと雪の女王2は、家族や愛、自己探求のテーマがしっかり描かれていて、心に残る映画だったんだね。その通り、アナと雪の女王2は、前作以上に深いテーマが込められていて、成長や絆の大切さを再確認させてくれる作品だったんだ。第2位、グリーンブック。第2位は、グリーンブックね。これは実際の出来事を元にした映画で、
1962年のアメリカが舞台なんだよね。その通り、舞台はアメリカ、ジム・クロー法が支配していた時代だ。主人公のトニー・リップ・バレロンガは、ニューヨーク市のナイトクラブで用心棒をしていたんだが、ある日、仕事を失ってしまう。そんな時、アフリカ系アメリカ人のピアニスト、ドン・シャーリーとの面接がきっかけで、8週間のコンサートツアーの運転手として雇われることになるんだ。トニーとドンは全く違うバックグラウンドを持っているよね。最初は衝突が多かったんじゃない？その通り、トニーは粗野でおおらかな性格で、ドンは洗練された高級な人物だから、初めはお互いに理解し合えなかったんだ。でも、ツアーを通じて、次第にお互いの違いを理解し、友情が芽生えていくんだよ。そして、ドンは南部のツアーを回る中で、黒人が直面する人種差別に苦しむんだよね。そうなんだ。ドンは、ステージ上では才能を発揮する一方、白人社会で受ける差別には苦しむんだ。特に、バーで暴力を振るわれたり、レストランで食事を拒否されたりと、悲しい現実に直面する。でも、トニーはそんなドンを守ろうとし、何度も助けるんだ。ドンに対する差別を目の当たりにしたトニーは、どんな気持ちだったんだろう？最初は何も知らなかったトニーが、ドンを守るために行動することで、自分の偏見を乗り越えていくんだ。特に、アラバマでドンが白人専用のレストランに入れないというシーンでは、トニーがその場でドンを支え、強い絆を感じるんだよ。本当に、人種差別をテーマにしながらも、二人の絆が深まっていくのが感動的だよね。その通りだ。二人が旅を通して成長し、最後に迎えるクリスマスイブのシーンは胸に迫るんだ。トニーがドンを自宅に招待し、家族と共に迎えるシーンは、まさに映画のクライマックスだよ。最後、トニーがドンを家族に紹介するシーンも素敵だったよね。みんなが温かく迎えてくれて、二人の関係が完全に変わった瞬間だね。そうなんだ。グリーンブックは、友情と成長、そして人間関係の大切さを描いた素晴らしい作品で、見る人に深い感動を与えてくれるんだ。まさに第2位にふさわしい映画だぜ。第1位、天気の子。第1位は、天気の子ね。新海誠監督による大ヒット映画で、前作、君の名はに続く作品だよね。その通り、天気の子は、東京を舞台にしたファンタジーで、天気を操る力を持った少女ひなと、彼女と出会う少年穂高の物語が描かれているんだ。今回は、東京に異常気象が続く中、彼らが繰り広げる冒険を描いているんだよ。ひなって、天気を操る能力を持っているんだよね。その力でどんな出来事が起こるの？ひなは、祈ることで短時間、局地的に晴れを作り出す力を持っていて、その能力で生活していくんだ。最初は、この能力を使って仕事をしているんだが、次第にその力には大きな代償があることがわかるんだ。代償って、どんなことが起こるの？ひなの力を使うことで、彼女の体が次第に薄くなり、透明に近づいていくんだ。彼女の力を使うと、体が消えてしまう危険があるんだよ。それって、すごく切ないね。でも、物語はどう進んでいくの？穂高は、ひなと共に東京を逃げ回ることになるんだ。二人は、児童相談所や警察の追跡を避けながら、ひなを助ける方法を見つけるために奮闘するんだよ。途中、雪が降るなど、異常気象がどんどん進行していくんだ。逃避行を続ける中で、穂高とひなはどんどん深い絆を築いていくんだろうね。その通りだぜ。そして、最終的にはひなが消える運命に直面し、穂高は彼女を救うために大きな決断をするんだ。物語のクライマックスでは、二人の絆と穂高の覚悟が大きなポイントとなるんだよ。本当に心が震えるようなストーリーだね。キャストや映像美もすごく良いんだろうね。もちろん、映像は新海誠監督らしい美しい景色が広がり、東京の街並みや空がリアルに描かれている。音楽はラッドウィンプスが手掛けていて、映画全体の雰囲気をさらに引き立てているんだ。映像も音楽も素晴らしいけど、やっぱりこの映画は、友情と愛、そして犠牲の物語が強く響くんだね。その通りだ。天気の子は、
ただのファンタジー映画じゃなくて、現実と幻想が交錯する感動的な物語で、見るたびに心に残る作品だぜ。総評またはまとめ。さて、これで2019年日本公開映画ベスト10を振り返ってきたけど、いろんなジャンルの作品があって本当に楽しめたね。そうだな。天気の子やアベンジャーズエンドゲーム、ジョーカーなど、どれも印象に残る映画ばかりだった。特にグリーンブックやアラジンなど、実際の出来事を元にした映画は、深いメッセージを感じられたよ。映画が私たちにどれだけ大きな影響を与えるか、改めて実感したよ。感動したり、考えさせられたりする作品がたくさんあったね。その通りだ。映画はただのエンターテイメントだけじゃなくて、社会の問題を反映したり、人間の心の葛藤を描いたりしているから、見終わった後に何かを感じることが多いよな。これからも、たくさんの素晴らしい映画が公開されると思うとワクワクするね。次にどんな作品に出会えるか楽しみだな。映画の魅力は、何度見ても新しい発見があるところだし、これからも素晴らしい作品がたくさん待ってるぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。